今日は呼び出された。緊急で動画を回しております。緊急でタイムリーなことがあると。実はですね、私ファッションスタディやっておりまして、その中で結構トレンドの話をいっぱいしてるんですよ。で今回は、その中で、3つくらいかな4つくらいかな、代表的なトレンドのチップスをお届けできたらなと思っております。この間2026年 FW のパリファッションウィークで見てきたトレンドなんですけども、9000枚以上写真撮ってるんですよ、はい、ストリートの。でそこから分析して見えてきたトレンドみたいなのが結構出てきて、スタイリングもそうだしアイテムもそうだし、色とか柄とかもそうですね。アイテムで言うと10個くらい、色柄的な感じなところで言う、あとは着こなしっていうところでもスタイリングでも4つくらいはあるのと、あとシルエットが変わったんですよ。特に下半身。それもスタイリングのうちですよね、多分ね。ですね。そんなも入れたらめちゃくちゃあると。めちゃくちゃある。なので、その中でちょっとだけご紹介しようかなと思っております。まずはですね、こちらでございます。全体的にはこんな着こなしですかね。着こなしというかアイテムになるんですか？このルックはアイテムにフォーカスしてほしいかなと思いますね。上下のセットアップよりもバッグ、靴もですね。バッグに関しては大きいんですか？大きいんですよ。みんなこんな感じ。まだ終わらないというか。終わらないですね。数シーズン前から言ってる気がします、ね。私がスタディで言い始めたので今シーズン2回目ですね。みんな本当にいつの間にこんなでかくなったんだって、何入れてんだろうとかでっかいんですよ。どんなバッグかっていうのはスタディで、そうですね。写真見れます？写真込み込みです。めちゃめちゃありますよ今回は。アーリーアダプターというか、おしゃれを引っ張ってこの人たち、目の速い人たちっていうんですかね。その人たちが持ってるなっていう印象ですかね。日本にも来そうですか？日本にも徐々に来てるかなって気はしますね。どんなスタイルに合わせてるかはやっぱスタディでは結構紹介してますか？してます。しっかりしてます。やっぱ大きさだけじゃどういうスタイリングするかって結構見えてこないと思うんで、結構いろんなジャンルで紹介してますね。結構ストリートっぽいやつから大人女性みたいなところまで、あとキッズ、メンズもいろいろやってますかね。なるほど。靴はこれはかかとがないとか柄とかですか？どこに注目なんですか？まずは高さ、ペタンじゃない？究極にペタンじゃないですか。急にペタン靴というかが流行り始めたというか履き始められましたね。なるほど。シルエットがすごい変わったのが今シーズン特徴ですね。具体的にいっぱい履いてる写真もそれで見れます。たくさん見れる。靴に関してはもともと自分が靴好きっていうのもありますけど、20個以上出してるんじゃないかな。なのでどういう靴とどういう色とか柄とかスタイリングに合わせてるかっていうのは参考になるんじゃないかなと。やっぱ靴のボリューム変わると着る服変わるからチェックしておいた方がいい感じがします。私も久々に履いたら、身長が小さくなったことに戸惑いを隠せません。あれみたいな、なるとやっぱり洋服変えないとサイズがなんか変な感じになるんですよ。気持ち悪いみたいな、そこ割と難しいなって思いましたね。だからファッション楽しいんですけどね。はい、また次はこんな感じになっております。サンタクロースですか？サンタクロース、そう言われればそうだね。もしくはコカ・コーラの回し物みたいなね。色味ですね。ちょっと見てほしかったのはこの色味です。赤ですか？赤です。今シーズン本当色はたくさん出てたんですけども、一番メインどころとなるのがこの色で、あともう一個ポイントが色の使い方ですね。これが割と今シーズンのスタイリングを左右するかなと思ってて、そこに関してはちょっとスタディでしっかり説明させてもらおうかなと思っております。赤を着ればいいんですか？そういうわけでもないんですよ。そういうわけでもないんですよ。ここがまた難しいところで、そのコツみたいなのがあるんですけど、そのコツだけちょっと押さえておくと割と簡単に取り入れられる&今っぽく見える。あともう一個あります。スカーフです。急浮上してきたなっていう感じですかね。急浮上結構多いんですか？多いですね。やっぱ全体的にそのクラシカルとかそういう雰囲気が全体的ムードであるから、その流れとしてのアイテムで一番ふさわしいっていうのがスカーフなのかな。ブランドさん側が割と結構出していて、例えばミュウミュウだったりとか、例えばセリーヌだったりとか、そういうメゾンさん側の発信もあるし、全体的なムードがそれを後押ししているっていうのもあるかなっていう感じですかね。ただやっぱあんまり馴染みない人もいるし、ただつけりゃいいってもんでもない、ちょっとね自信が
ちょっと必要ですよね。ですね、やっぱりスカーフ1個あるだけですごくおしゃれしてますみたいになるじゃないですか、それが気恥ずかしい人もいると思うんですよ、あとは、その人たちにどうやって着ればいいかっていうのも指南してるのと、よりもう慣れてる人は慣れてるけどより今っぽい付け方っていうのがあるんですよ。最初私目が慣れなかったんだけど、だんだんこれ一巡巡ってこれはありかもみたいな着こなしがあって、それもお伝えしようかなと。やっぱいっぱい写真を見た方がいいですね。そしたらね、やっぱねおしゃれになるには量を重ねた方がいいよ。あといろんな人のスタイリングを見ることで色の使い方、柄の使い方、シルエットの使い方も参考になるのと、形自分にちょっとこう似た人、見つけられる。そうなんですよ。やっぱ身長高い人ちっちゃい人いろんな人いると思うので、自分だったらこうしようの例がいっぱいあります。確かに。じゃあもう一つぐらい。そうですね、もう一つくらいいってみますか。割と違ってません？ラガーシャツ。ラガーシャツ。あとパンツ。これ久々に皆さん見ませんでした？はい。なんかありなのかなしなのか。なんならおかんこんな格好してなかったかみたいな。でこれね実はね火付け役みたいなのがいるんですけども、私の中の分析は多分クロエだと思う。今シーズン結構それ履いてる人がいて、でクロエの会場で割とこれ見かけた時に、あ来たなって思った。これこそやっぱり写真をちゃんと見たい。写真これは見て、これは目を慣らすためにも、そして量を見てほしい。量で目を慣らしていってほしい。そうね。サブリナパンツね、結構いろんな方向性のスタイリング合わせたフェミニンとかパワーウーマンとかカジュアルとか結構トップスで全然印象変わるから、ぜひそれも見といてほしいなと。あとでも日本のマーケットに来そうな気がしますけど。来ると思う。ものすごい露出があるとかあったらちょっと日本向かないかなとか思うんですけど。ハンズボーンとかね、これくらいだったら誰も損しないというか、優しいトレンドではある。あとはこれですね、ラガーシャツ。ラガーシャツもくるくるって言われながらなんかくすぶってませんでした？ようやくストリート見ました？見ました。おしゃれさんがしてた。このスタイリングもどう合わせていいか分からなくても、見れば全然いけるぞと。いきますね。自信つきますか？いきます。パンツもあったし、スカートもあったし、割と見るとラガーシャツって割と使えるなっていうのは分かってもらえるんじゃないかな。他にはどんなパーツとかで言うとあります？パーツで言うと、首元を制する人はトレンドを制するって今シーズン一つあります。首元ね。さっきのスカーフ以外にもある。首ってここだけじゃないよね。なるほど。首ですよね。そこのあしらいがトレンドを制するっていうのが一つで、下半身ボリュームが変わったよっていうところも一つ。別にそのパンツだけじゃない。そのパンツだけじゃないです。シャツありますね。シャツの着こなしは割と大事。そうね。あと柄も出てましたね。柄物。柄はそうですね。柄物の紹介も一つしているかなっていう感じかな。ファッションスタディなんですけども、5月13日くらいまでオンラインでやってるので、自分の好きなタイミングで携帯とか端末で見てもらえます。あと概要欄に URL 貼っておくので、よかったら気になる人はぜひぜひチェックしてみてください。ありがとうございます。ということで、私はたくさん買い物をします。はい。じゃあ大義名分がつきましたね。またお会いしましょう。それじゃあまた、じゃあね。